れいつ撮ったの？あれは夏ぐらいですね。はい。ああ、それから食ってた。あ、そうですね。はい。場所は茨城ですね。うん。茨城の？茨城のいとこ。ああ、いとこ。はいはい。海外へ留学することになったいとこに投稿者は久しぶりに会いに訪れたのだという。そこで目を疑うような映像が記録されたというのだが、まあ久しぶりっていうのもあってビデオ父ちゃんのを借りて遊びに行ったで、あれが映ってた。あれが気づいたらいらして、全然知らない。もう全然知らないです。和服っていうか、着物みたいなの着てて、おじいちゃんっぽい、結構なんか威厳があるような感じで、ひげとかあって、なんかお茶みたいなの、なんか湯飲みみたいなの持ってましたね。先ほどまでは気がつかなかったが、ソファーに彼女の知らない老人がお茶をすすりながら座っていた。せっかくよ。いつの間にかいた和装の老人。彼女は取り立てて不思議には感じず、親戚の人だと思ったという。だから最初は知らない人じゃなくて、普通に親戚だと思ったんですよ。そうですね。あれはそうですね、確かに知ってる人かなって思いますね。馴染んでたんで、挨拶したんですよ。目があったっていうか。そうですね。で、向こうの方も会釈して挨拶を交わしてしまうほど老人は溶け込んでいたのだが、まあやっぱ不思議だったんで、聞いてみたんですよ。おばさん方のお父さんかなって最初思ってたんで、聞いてみたらそんな人知らない、誰もいなかったよって。おばさんのお父さんとか一緒に住んでたの？私の親はもうちっちゃい時死んじゃったけど。じゃあ誰か来てる？なんで？老人は本当にそこにいたのだろうか。ビデオをこうずっと撮ってたんですけど、なんかこう気づかずにこう置いて、でそのまま撮り続けてたみたいで、で後でビデオを見てたらそのおじいちゃんが映ってて、去ってったんですけど、だが放置されていたビデオカメラは老人の去り際を捉えていた。そして湯飲みは残されていた。湯飲みがあったんで、ますますわけがわかんないですね。残された映像はその老人が立ち去る瞬間、確実に人間とは思えない証拠を捉えていた。頭の部分なんですけど、去り際にこう見た感じだったんで、ちゃんとは分かんないんですけど、そのビデオには映ってたよね。見た感じだとなんか頭が、老人の頭はおかしかった。人間にはありえない形っていうか、見たことないね。そうですね、ちょっと不気味で、なんか気持ち悪い感じですね。老人はあの時なぜ現れたのだろうか。いとこの家にはその時の湯飲みが今でも残されているという。我々はいとこの家へと向かった。僕頭はおかしいですよ。でもあんな老人いるはずないよね。まあね。
人間じゃないんじゃないですか。なんか気持ち悪いですね。ねこれ話題にされること自体もやだねこれね。まあね、ここの家の土地になんか昔なんかあったとかそういうのとか。古いことは分かんないけどね。誰か遠い親戚でいるとか。いやいたとしたってああいう抜きはしないし頭をかただいたって言っただけですよね。ビデオそうに映ってたってだけ。やはり彼らも老人について何もわからない様子だった。我々は老人が持っていた湯飲みを見せてもらった。ない。うちんじゃない。ではない。手作りっていう感じですね。なんか何もやってなくて。まあこれだけ残ってたっていう感じですね。ねやだね。残された湯飲みは比較的大柄で、そして刻印などの全くない底の形状から手作りのように思われる。突然投稿者たちの前に現れた老人。残された湯飲み、これらが何を意味するのか全くの謎である。多いかなちょっとね。こっからだと何時間かかるんだろう。でもいいかもしれない。仲うちはただちょっときついけどねうちでは。スイカ食うよ。向こうじゃ絶対スイカ食べられないもん。みんな好きなんだっけか。ね、スイカは好きよね。そう言ったら食べられないよ、高くって。でもちゃんと語学もね身につけて食わないとな。せっかく。食べたもんね。ちゃんと勉強すんの？行きゃなんとかなるよそんなもん。そこが一番ね。そうだよ。せっかく行くんだからさ。ちょっと抜き打ちで行ってみたいね。いや。じゃあ誰か来てる？なんで？誰も来てないよ今日。ご覧いただけただろうか。老人の後頭部はもはや人間のそれではないように思われるのだが、この機械に頭部が伸びた老人は投稿者の前に現れたのだ。